こんばんは、わすけです。今年はね、望遠鏡いろいろレビューしたいと言っていますが、もちろんね、双眼鏡もレビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回紹介する双眼鏡は、ビクセンのAT6という小型の双眼鏡です。これからね、開封したいと思います。それでは、ミュージックスタート。はい、というわけでね、取り出しました。これがね、ビクセンのAT6という双眼鏡です。約2年前に発売された比較的ね、新しいモデルの双眼鏡です。はい、それではね、ちょっと穴の中ご覧ください。私の鼻の穴じゃなくって、真っ暗で見えない。はじめね、対物レンズがないのかと思っちゃいましたがね、すごい奥の方にありますね。実はこの双眼鏡ね、すっごい近くでもピントが合うように、ここのね、対物レンズの動く距離がね、とても長いんです。近くに焦点合わせたいときは、対物レンズが前の方に。でもね、無限遠にも合わせないといけないので、対物レンズがね、ググググググっとね、引っ込むような構造になってます。で、どれだけ近くに寄れるかっていうと、なんとね、55センチらしいんですよ。ちょっと近くを見てみましょう。いや、本当にね、ピントが合ってますね。これはすごい。こんな距離なのにね、ピントが合ってますよ。それではね、ちょっと、携帯電話で撮ってみましょうか。本当にピントが合うかどうかっていうのをちゃんと実証してお見せしたいと思います。ほら。映ってますよね。今ね、55センチ先のダストブロワー逆さ使用 OK というね、このノンフロンのエアスプレーをね、映してます。こんな感じで。はい、近くでね、ピントが合うっていうことはね、これでお分かりいただけたと思います。これだけね、近くでピントが合うっていうのはね、どんなものを見るのにね、嬉しいかっていうと、まずはやっぱり美術鑑賞ですよね。私もね、あまり芸術のことはわからないですけれど、なんかね、筆のタッチだとか、そういうのをね、繊細にね、見たいっていうね、需要が結構あるみたいで、単眼鏡っていうのはね、結構至近距離が1メーター以内に近づけるっていう、そういったね、ものがね、ビクセンからも結構発売はされているんですけれど、双眼鏡っていうのはね、なかなかね、ここまで近づける双眼鏡っていうのはね、ビクセンもはじめ他の各メーカーからもあまりなくって、あるとしたらね、ペンタックスのパピリオっていう双眼鏡ぐらいしかなかったんですけれど、この双眼鏡はね、機種の少なかった至近距離で見える双眼鏡っていうものの選択肢のね、幅をね、広げたような製品です。単眼鏡で見ればいいじゃんっていうね、話もあるかもしれないですけれど、やっぱりね、両眼で見たいですよね。ですので、美術鑑賞にもね、これからはね、こういう両眼の時代がやってくるのかもしれないなと思ってます。一応メーカーさんの狙いとしては、この箱を見ればよくわかりますね。これね、やっぱり美術品を至近距離で見ましょうっていう、そういうね、意図がね、現れた箱です。で、この裏を見ると、自然観察系。やっぱりね、こういう野山に行って、草花をね、より大きく見たいって言った時に役に立てる。このね、2つの狙いがあってね、設計されてるんだとは思います。今室内なので、後でね、庭か、あとは近い公園とかに行ってきて、これで撮影しようとは思ってるんですが、例えば野山で虫とか小さな花とかをね観察する時って今までね実体顕微鏡っていうイメージがあったと思うんですけれど、至近距離で双眼鏡で覗いて観察するっていうのはねありかなとは思いますね。このようにね2つのコンセプトがあると思います。そしてこの双眼鏡はそのコンセプトにねぴったりと合わせた設計となってますので、これはね大変いいと思いますよ、私は。でね、価格もね、あんまり高いものじゃないです。7000いくらで買いましたが、その割にはね、コーティングもしっかりしてますね。パーフェクトフリーマルチコーティングでしょうか。どのレンズのね、面を見てもコーティングがされてますね。で、プリズム自体はね、BK7 のプリズムなので、まん丸のね、瞳のね、中にね、ちょこっと暗い部分が見えます。それはね、プリズムの商材のせいなので、仕方がない部分とは言えます。ただね、この1万円未満っていう価格ですし、特に実質の販売価格は7000円前後っていうことなので、ここはね、妥協しないといけないところかなとは思いますね。実はね、この AT6 っていう製品なんですけれど、兄弟機種で AT4 っていうね、双眼鏡もあるんですよ。で、AT4 の双眼鏡とこれとね、何が違うかっていうと、もちろん倍率が4倍と6倍っていうのが違いますね。でね、私が6倍を選んだ理由っていうのは、
まあ4倍も気になってたんですけれど、実施解がね、4倍と6倍であまり変わらないっていうところですね。4倍が 9.2 度、6倍が 9.0 度なので、4倍はね、倍率は小さいんですけれど、その分だけ視界も狭くって、結局ね、4倍と6倍でね、見えてる範囲がほとんど変わらないっていうことは、まあ私的にはね、6倍の方がいいんじゃないかなと思います。まあもちろんね、ブレにくいだとか、明るいだとかね、そういうメリットもあるんですけれど、まあ私はね、視界が変わらないんだったら、より大きく見える6倍の方が好みだったので、6倍を選びました。で、あとね、持ったらわかると思うんですけれど、すごい軽いんですよね。重さはね、145g ということです。ポケットにも入るかな。ちょっと私今着ている服のポケットが小さいので、ちょっと胸のポケットには入らないですが、まあジーパンのポケットだったらね、簡単に入りますね。ジーパンのポケットの中に入れてくださいっていう推奨じゃないですよ。まあ例としてね、ジーパンのポケットを上げさせてもらいました。非常にコンパクトですという意味です。それではその次、まあビクセン製品なので、私はね、実はね、結構付属品っていうのもね、興味持ってるんですね。結構ね、最近のビクセンさんの双眼鏡って、付属品がね、個性的なんですよ。なんかね、昔ながらのね、双眼鏡を入れるような黒いケースとかね、なんかそういうものじゃなくって、それぞれのね、ものにこだわりを持ってね、作られているっていうような気がします。で、今回がね、この双眼鏡の袋です。これはどんな意味があるのかな。口元がね、とてもしっかりしてますね。ここがね、結構硬いんですよ。で、この前にもね、網がありますね。私ね、メーカーさんの意図はね、全然知らないんですけれど、おそらくね、こういうところってね、美術館のね、チケットだとか、植物園のチケットだとかね、そういうものがね、入れられるようになってるんじゃないでしょうか。こんな感じでね、美術館に行ってね、このチケットって場所に困るじゃないですか。ほら、こんな感じで。なかなかね、こういうところに気づけるっていうのはね、ビクセンさんならではのね、視点ですよね。私はね、このポーチすごいいいと思います。で、あとは次に、これはね、ネックストラップですね。ここにね、まずね、取り付けます。1箇所取り付けて、もう1箇所取り付けるところがあります。はい、取り付けられました。ストラップが邪魔な時はね、このようにね、ワンタッチ、まあ2つあるので、2タッチでね、双眼鏡だけで観察することができますし、まあ首にかけたいなと思ったら、このストラップをね、パチャパチャっとつければいいわけですね。でね、長さもね、簡単に調節できますし、普通のやつだとね、ここをね、緩めて、キュッ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 ってやるの面倒じゃないですか。でもこれだとね、キューってやればね、一発ですよね。はい、やっぱりね、周辺のパーツっていうのはね、ビクセンさんならではでね、すごいとても気の利いたものだと思います。まあ、とてもね、安い商品であるんですけれどね、こういうところを手抜かないですよね。まあ、ということでね、屋内はこの辺にしておいて、まあ、早速ね、これを持ってちょっと外に出たいと思います。はい、ということでね、戻ってまいりました。最後に一つだけね、まあ、気づいたことがありまして、双眼鏡って2つの目で見るけれど、このね、目の幅を合わせることで、このね、丸がね、一致するようになりますよね。ただね、この双眼鏡で2メーター以内のものを見ると、このね、円がね、どうしてもね、一致しないんですね。特にね、最短の55センチのところで見ると、こんなもん。まあちょっと絵を作ろうとは思いますが、こんなもんまでしかね、重ならないです。まあただね、像が二重に見えるだとか一致しないだとかそういう意味ではなくって、ちゃんとね、絵としてはね、ピタッと一致するんですけれど、円ではなくてこんな形になると、まあそういうイメージです。
ペンタックスのね、パピリオ2はね、それを複層補正っていうやり方で、補正はしているんですが、ペンタックスさんの特許もあるので、それをね、これに入れろっていうことはね、よう言いませんし、それをもとにね、評価を落とすってこともないですが、一応そういうものがあるということで、特にね、実用には影響がさほどないかとは思います。それよりもね、この近距離で見える双眼鏡っていう、それのね、分野のね、もうちょっと選択肢を広げてくれたっていうね、ビクセンさんの開発してくれたっていうところにね、評価の重きを置きたいとは思います。ということでね、今回私のこの双眼鏡の評価は100点とさせていただきます。防水はないっていうことなので、野外観察の場合は晴れた日にお出かけください。美術館だったら問題ないですね。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。